どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイの初心者ガイドということで、初心者の方に、おすすめなレジェンドヒーローについての攻略をやっていこうかなと思います。前回の初心者ガイドで、おすすめのエリートヒーローについての解説を、させていただいたんですけども、今回の動画では、次のステップに行くために必要不可欠な、おすすめの、レジェンドヒーローについての攻略をやっていこうかなと思います。このゲーム、レジェンドのヒーローたくさんいて、強力なヒーローたくさんいるんですけど、多すぎるじゃないですか。で、そして、レジェンドのヒーローの育成って、もうランク上げも、スキル上げも、めちゃめちゃ大変で。じゃあそうなると、全部のヒーローを育成するのって、正直無理なんですよ。なので、強くなっていくためには、自分に合った適切な、ヒーローを育成していくことが非常に重要です。じゃあそんな、まず育成するべきおすすめのヒーローって、誰なんだというところなんですけど、これ、始めた時期や、サーバーによっては、入手できるヒーローと、できないヒーローがいるんですよね。なので、今回は、そのあたりも、考慮に入れつつ、やっていけたらなと思うんですけども、おそらく、このゲームで、一番最初に入手できるレジェンドヒーロー。それは誰かというと、ジェイデンか、キャサリン。まずこの二人が挙げられるのかなと思います。なので、まずはこの二人。育成するべきかということについて、お話ししていきたいと思うんですけど、どちらも、ある程度までは、育成して OK です。ただ、どちらも、いずれ使わなくなるヒーローなので、ある程度までで止めておきましょう。まずはジェイデンから話していこうと思うんですけども、彼は、このゲームを始めたての時に出現するイベント。そして、思い出の旅や、様々な、イベントで、かけらを獲得していくことのできる、無課金レジェンドヒーローです。特に、陛下の指定もなく、使っていけるので、万能型ではあるんですけど、彼、別に強いわけじゃないんですよ。レイジスキル的に、これ、アシスタントで使うと、レイジスキルの火力が半分になっちゃうのに、このゲームで最も重要なスキル才能を持ってないので、リーダーとして優秀というわけではなくて、ただそれでも、序盤であれば、このダメージ係数のレイジスキルを持っているというだけで、かなり、活躍を見込んでいけると思うので、ある程度までは育成して OK です。具体的には、だいたい星4のレベル40くらいまでになるのかなと思います。逆にそれ以上は、今後の育成を考えると、やらなくて OK です。で、そして、具体的な、使い道なんですけど、一番最初は、
彼を、リーダーにして、まあ誰でもいいので、なるべくスキルが上がっていて、レイジスキルの、ダメージ係数が、高いヒーローと、組ませていきましょう。ただ、ある程度育ってきたら、彼をメインで使うのではなくて、困った時の万能アシスタントとして使っていきましょう。例えば、新しい強いヒーローを育て始めて、とりあえず、レイジスキルは上げたけど、アシスタントにするヒーローが、まだ育成できていないという場合、結構最初だと、あると思うんですけど、そんな時に、その悩みを、解決してくれるのが彼です。もう彼であれば、誰とも組ませられるので。なので、そのように使っていただいて、逆に、ジェイデンなしで、ちゃんと強い部隊が組めるようになってきたら、まあ、それが一つの、初心者卒業の合図なのかなと思います。では次に、キャサリンについてなんですけど、彼女、昔はめちゃめちゃ強かったです。ただ、完全にインフレの波に飲み込まれました。彼女は初回課金で入手できるヒーローで、スキルを上げていくためには、VIP 専用宝箱のパッケージを買っていく必要があるんですけど、これ、覚醒させるのに、だいたい3万円くらいかかるんですよ。で、今、その価値があるかと言われたら、間違いなくノーで。最初は使えても、最終的に使えなくなるので、覚醒までは絶対にしなくて OK です。ただ彼女、初心者の方で、レイジスキルだけマックスにするのは全然ありです。キャサリンのレイジスキル、なんと言っても結構火力高くて、なおかつ彼女って、戦闘で使わなかったとしても、冒険モードで大活躍できるヒーローなんですよね。もう冒険モードであまりに強すぎるヒーローなので、彼女がいるといないとで、もう冒険モードの進みが圧倒的に変わっていって、冒険モードが進めば進むほど、その分、毎日たくさんの、経験値を入手できるので、ヒーローの育成全体にも関わってくるんですよね。なので、冒険モードで活躍させるために、彼女のレベルとランクは優先して上げていきたいのかなと思います。じゃあそうなると、せっかくなら戦闘で使いたいじゃないですか。じゃあそうなった時、さすがに覚醒まではもったいなくても、レイジスキルをマックスにするまでだったら、1000円ぐらいでいけるんですよ。あくまで、最終的には使わなくなるヒーローであっても、それまでは十分に活躍を見込んでいくことができるので、課金者の方は、レイジスキルだけ上げ切るのは、もう十分にありなのかなと思います。では次に、こちらの、ガチャから、入手できる、ヒーローについて見ていきたいんですけども、これ、
始めたての方だと、一部のヒーローが、確か中野さんですね。がいなかったり、するかもしれないんですけど、この中で大事なのは、トムとシンシアです。で、一応、マキシンは収集用ヒーローとして大活躍なので、出たら全然嬉しいですし、収集用ヒーローとして育てていくべきなんですけど、今回は一回置いておいて、この中で育てるべきは、もうトムとシンシアのみです。トムとシンシアはちゃんと強いです。ただ、ピーター、中野さん、ライゴロー、ハンク、リー、マーティン。強いて言うなら、マーティンだけはゾンビ狩り要員として活躍することできるんですけど、戦闘面ではもう一切活躍できないので、余裕ができてからで OK です。ただ、もう他のヒーローはレベル1で放置しちゃって OK です。彼ら、レイジスキルだけ上げたりして、一瞬使えても、彼らに注ぎ込んだ経験値やランクアップのための星は、いずれ、無駄になります。特に、ライゴローなんかは、最近始められた方だと、結構早いタイミングで、彼のかけらをお得に入手できる、パックが、来るみたいなんですけど、買わなくて OK です。今、そこそこプレイされてる方だと、彼って最近リベントの組み合わせで注目されているヒーローなので、逆に初心者の方はもう早めに育てておいた方がいいんじゃないかと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、しなくて OK です。彼はあくまでリベンを覚醒させて、なおかつめちゃめちゃ強い人が格下のプレイヤーからの複数ラリーを相手取るときに限り輝くヒーローです。野戦では正直厳しいですし、逆に相手の方が強い状況で、駐屯するときには、他の駐屯ヒーローと比べ、かなり劣ります。活躍できる場が限られすぎてしまっている以上、初心者の方にはお勧めできないヒーローになるのかなと思います。では、逆におすすめできるヒーローとして、トムとシンシアを挙げさせていただいたんですけど、まずはトム。彼は優秀な歩兵ヒーローで、めちゃめちゃ万能なんですよ。火力も、回復も、バフ巻きもできるので、野戦もできるし、駐屯もできるヒーローで。彼とビアンカを組み合わせた野戦のバフ部隊も強力ですし、現在、最も硬い駐屯をするなら、彼とサンダーを組み合わせた構成になるので。また、その万能さから、先ほどの、ジェイデンのように、困った時のアシスタント枠としても、使えていけますので、彼は非常に、初心者の方に、お勧めできるヒーローになるのかなと思います。では次に、もう一人のおすすめヒーローの
シンシアについてなんですけど、彼女は野戦才能を持っていることが何よりも魅力の騎兵ヒーローです。もうこの野戦才能が本当に優秀で、この野戦才能がある限り、彼女を使わなくなることって正直なくて。あるとしても、野戦才能持ちのヒーローが、あと4人実装される頃なので、もう多分3年後とか。もうそのレベルですね。もうずっと使えるヒーローですし、序盤なら火力面でもそれなりに、活躍していけるので、非常にお勧めできるのかなと思います。基本的には、キャサリンと、組み合わせていただいたり、それこそ、後ほどお伝えさせていただこうと思ってるんですけども、ベラやエレナと、組み合わせても、活躍を見込んでいけるヒーローになっていくのかなと思います。では次に、このゲームで戦闘を楽しむために、最も、おすすめなヒーローをお伝えしていきたいと思うんですけども、それは誰かというと、アダットと宮本です。彼らはトップ司令官イベントでのラッキールーレット。そして、ある程度サーバー開設から時間が経った後、デイリーブースターで入手可能になるヒーローなんですけど、彼らは高い移動速度と高い火力。そして、強い、狙われづらい、もう使いやすいの、もう3拍子揃った、非常に優秀な、ヒーローなんですよね。彼らを育成すれば、このゲームの最も楽しい要素と言っても過言ではない戦闘が、ちゃんと、できるようになって、めちゃめちゃ楽しくなるので。まずは、彼らを育てるために、レジェンドヒーローの育成素材。ランクアップのための星や、レジェンドの万能かけらを貯めていただくのが良いのかなと思います。もう彼らを育てられているか否かで、このゲームの楽しさが、もう倍以上、変わっていくと言っても過言ではないので、非常にお勧めできるのかなと思います。では、騎兵と射撃ではどうなのかということで、少し語っていきたいと思うんですけど、私がお勧めしているのは、騎兵ではベラ・エレナ。そして、射撃では、チュンとルイです。まず、騎兵のベラ・エレナ。もうこの二人、強すぎるんですよ。どちらもトップ司令官イベントのヒーローのラッキールーレットがメインの入手方法となってて、彼女らってデイリーブースターで今だとだいたいこのゲームを始めてから40日ほどすると選べるようになるヒーローなんですよね。なので、比較的育成もしやすくて、なおかつめちゃめちゃ強くて、非常におすすめできるのかなと思います。そして、射撃なんですけど、まずはルイ。彼は、野戦に、ラリーに、駐屯。そして、冒険モード。
もう何でもできる、このゲームの中で、最も汎用性の高いヒーローです。彼は現状、デイリーブースターでしか入手できないんですけど、非常に強力なヒーローで、彼がいるだけで、戦闘の柔軟性が、もう飛躍的に上昇するので。で、デイリーブースターでの解放タイミングも、ベラやエレナより早いんですよね。なので、その観点からもおすすめできるのかなと思います。では最後に、チュンなんですけど、彼女は非常に高い火力と移動速度を兼ね備えたヒーローで、現状野戦で最も強い部隊は、先ほどの、ルイと、彼女を組み合わせた、チュンルイ部隊だと、失礼しました。チュンルイ部隊だと私は思ってます。彼女は、エレナや、ベラ同様、トップ司令官イベントでの、ヒーローのラッキールーレットが、メインの入手方法となっていて、デイリーブースターでも少し解放は遅いんですけども、入手していくことができます。ただ、射撃という兵科の特性も相まって、耐久力が低いので、ある程度強くなってからこそ活躍できる、部隊であり、ヒーローですね。ただ、もう彼女の殲滅力は突出してますので、個人的には、まず、アダット宮本部隊を作って、次に、ベラエレナ部隊を、作った後の第3部隊目におすすめできる、部隊になるのかなと思います。はい。ということで、今回の解説は以上となるんですけども、いかがでしたでしょうか？このゲーム、ヒーローの育成がもう非常に大変なので、育成するヒーローを取捨選択していくことが非常に重要です。正しいヒーロー育成をしていくことで、効率よく、強くなれて、戦闘でも、活躍できて、その結果、このゲームを、さらに楽しんでいくことにも、つながると思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。